皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。ようやく気温も上がり始め、日中でも暑い時間帯はビニールハウス内の気温も30度を超える日が出てきています。そんな中、少し様子のおかしい多肉がありました。エレガンスハイブリッドです。外葉が樹れてしまっていました。とりあえずこの樹れた葉をすべて取り除いて茎の状態を見てみます。どうやら茎まではダメージを受けていなかったようで、このまましばらく様子を見たいと思います。そしてその隣のアクエリアスも成長点付近の葉が数枚残っているだけでかなり危ない状態でした。そして手前で目に留まった多肉はダークアイスです。葉がむっちりとして可愛くなってきました。そしてロックアイスもまたピンク色になり可愛さを増していました。ここで訂正があります。すでにこの動画でも何回か登場しているこの黄色い花ですが、今までは黒胞子の花とご紹介してきました。ですが最近この花の下の葉をよく見てみると、黒胞子の葉とは少し違うなって思い、改めて比べてみたんですが、この枯れている方が黒胞子で、実は花を咲かせているのはこのアデ姿だったんです。勘違いから勘違いを重ねて違う品種でご紹介してしまっていたのを、ここで改めて訂正させていただきました。ということで、このアデ姿の花も今後どうなっていくのか、皆さんも一緒に見守っていただけると幸いです。そして先週の土曜日にまた多肉を買ってしまいました。今回買った多肉はエケベリア2種類です。このアレグラは葉がフリフリしているのが可愛くて購入しました。そしてもう一つはこのバイオレットです。肉厚な大きな葉で、この色合いがとても気に入り購入を決めた多肉です。2つともエケベリアでとても大きなロゼットだったので購入してきました。ちょうど前日に入荷したてだったそうで、株の状態も良く、タイミングよく購入できてラッキーでした。そしてもう一つ、多肉植物ではないんですが、欲しかったこのフィンガーライムの苗を見つけたので、思わず一緒に買ってきてしまいました。先に買ったフィンガーライムの苗は接ぎ木でしたが、このフィンガーライムは挿し木か未生のため、まだとても小さかったです。ということで今回はこの3種類をホームセンターで購入してきました。動画の後半はこの虹の玉をカットして増やす作業をしておきたいと思います。少し影になるところに置いていたこの虹の玉は徒長気味ですね。カットして下葉を取り、この取った葉は葉差しに使います。そしてこれを土に挿していくだけです。去年リベンジでたくさんいただいてきた虹の玉なので、
今年は何としても上手に夏越しさせて、しっかり虹の玉を増やしていきたいと思っているので、今回は畑横にも少し地植えしてみようと思っています。この虹の玉のようにつぶつぶ多肉系は増やすのがとても簡単と言いつつも、環境によっては育ちにくい時もあるんですよね。我が家も日当たりが良すぎてかえって育ちにくいなんてこともあるので、今年は影になる裏庭で夏越しをさせる予定です。裏庭に置くと徒長が気になるんですけどね。ここは全滅するよりも徒長させても生き残りを優先させたいと思っています。ここで意外にもカットする虹の玉が多かったため、土にばらまいた葉ざしっこちゃんを回収しています。そういえば一緒に育てていたオーロラは気がつくといつの間にか消えてなくなってしまっていました。時期的なものもあるかもしれませんが、先日行ったホームセンターにはオーロラは置いてなかったんですよね。もしかしたらベランダに生き残りのオーロラがあるかもしれないので、今度チェックしてみたいと思います。どこかでひっそりと成長してくれていたら嬉しいんですけどね。そういえばこの虹の玉は2月にはまだこんなに青々していました。この冬は暖冬ということで、虹の玉の紅葉も少し遅かったようです。しかも日当たりがあまり良くないところに置いていたため、穂先はまだ緑のままでした。もう一つ大きなプランターに植えた虹の玉の様子です。根元を見るとたくさんこぶいていますね。つぶつぶの葉がつやつやに光ってとても綺麗です。ちなみにこの虹の玉は日当たりのいい場所に置いていたんですが、今カットしている虹の玉と比べてみても紅葉具合はあまり違いはないようです。さすがにもうこの時期はあの真っ赤な虹の玉を見ることはできないかな。次の冬には真っ赤に紅葉した虹の玉を見ることができたらいいんですけど、皆さんが育てている虹の玉は真っ赤に紅葉していますか？セダムにはついつい多めに肥料を入れてしまいがちですが、それも紅葉しなかった原因の一つかもしれませんね。はい、ということで今日の動画は調子の悪かったエレガンスハイブリッドから黒胞子の花だと思っていた黄色い花は実はアデ姿の花だったということに気がつき訂正させていただきました。そして土曜日に購入してきたエケベリアのアレグラとバイオレットの2種類とフィンガーライムをご紹介していきました。後半の動画ではこの虹の玉をカットして増やす作業をしていきました。いかがだったでしょうか。そして今年の春こそは多肉棚を作ろうと思い、今少しずつ作業を進めているところです。ただここ最近は私が
多肉棚を作る予定にしている日がどういうわけだか雨の日と重なり、なかなか作業が進んでいません。とりあえず材料は揃えているので、この週末に旦那に手伝ってもらい完成させようと思っていたんですが、今週末も傘マークがついているので、これは少しずつ時間を見つけて作っていくしかなさそうです。虹の玉のカットも終わり、このたくさんの葉差しっこをどうしましょう。とりあえず何枚かは鉢の周りに転がしておくことにします。そして残った葉差しは河津桜の下にでもばらまいておこうかな。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。